ゃんは、ミト、ばあちゃんは。1ヶ月持たないそうだ。嘘だよ。だって今朝だってあんなに明日の保証はない。そうも言われた。病気はもうだってみんなすまない。今日はもう帰ってくれ。ありがとう。でも私にもできることは何もないんだ。今は何も考えられない。ミト、ニコ。ばあちゃん、痛くなかったかな。倒れた時、口切ったから。なんでよ、バカじゃないの、こんな時に。聞かないわよ。あんたなんか何も知らないくせに。おばあちゃんはね。メモる。貞本さん、続けてください。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。倒れたんだよ。チョコスプレーを取ろうとしたんじゃないかな。戸棚開いてたもの。あんな高いところ、ばあちゃん届かないんだから。何？そうだよ。もう心配したよ。急に倒れてさ。もう。さっきまでいたよ。もう帰った。だって、ただ転んだだけなんだもん。みんな笑ってたよ。ばあちゃんおっちょこちょいだって。もう、何やってんだよ。そうだ。みんなにさ、お願いして、休み取ったんだよ。そう、休み。私もさ、ちょっと疲れが溜まってるから、冬の間、休みもらって。そうだ、ばあちゃん、どこ行きたい？全然旅行なんてしたことないじゃない。行こうよ、旅行。どこがいい？ハワイ、ヨーロッパ、それとも温泉？どこだっていいよ。どこへだって行けるんだから。お金ならあるんだ。私、結構稼いでるからさ、こういう時のために使ってなかったんだ。二人で行こうよ。絶対楽しいよ。美味しいもの食べてさ、ゆっくりして、綺麗な景色見て。だから、
から、早く元気になってよ。ばあちゃん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 。私たちが作るものなのに？先日、あの方が話していたものですか？え？
何それ。バカじゃないの？そんなの詭弁よ。みんな自分たちのために働いただけじゃない。自分のために。あら、私たちの良さに惚れて協力を申し出る人がいるかもじゃない。メモレ。じゃあそもそも投資なんかしなきゃいいじゃない。大きなプロジェクトになんてしなきゃいいじゃない。バカみたい。メモレ。人は一人では生きていけない。ニコちゃん。ニコ。お母さん？お母さん？お母さん？見た。ニコ。見た。会いに来たよ。うん。夢を見ていたんだ。
夢？うん。母親の夢だ。ニコにも話したことはなかったな。あの女は、選ばなかった。私とばあちゃんを、選ばなかったんだ。お母さん？どこ行くの？どうして？いい？お母さん？お母さん？もともと、父親が誰かもわからない。そんな女だった。だから何とも思っていない。あの女がどこでのたれ死のうが、私は何も感じない。なのに。ニコ。愛ってなんだ？愛って、なんだよ。どうしたらいいんだ？どうすれば？ばあちゃんを、なんで、こんなに早いなんて、まだ何も、してやれてないのに、何も、返してあげられてないのに。ミト、やめてくれ！私は、お前を裏切ろうとしているんだ！私はクリスマスライブには出られない。そのことでお前たちに、お前たちの未来に、どれだけの迷惑がかかるかは分かってる。でも、ばあちゃんのそばにいたい。ミト、これまでずっとそばにいてくれたお前を、あいつらを、ライブを待っている世界中の人々、私は、裏切ろうとしているんだ。ミト、愛だとかなんだとか、そんなことで選ばれなかった者がどんな思いをするか分かってるはずなのに。教えてくれよ、ニコ。私はいらない。ばあちゃん以外何もいらない。友達も仕事も金も愛も命さえ。なのにどうしてこんなに胸が張り裂けそうなんだ。違う、そういう意味じゃ。いや、違わない。私は選ばなきゃならないんだ、ニコ。私はおばあちゃんを選んで。迷わなくていい。おばあちゃんを選んで。ミトはお母さんとは違うよ。ミトはお母さんじゃないもの。私のことも、みんなのことも、ファンのことも、大人のことも、何も考えなくていい。おばあちゃんを選ぶの。ミトの大切なおばあちゃんのために。ニコ。
あんた。あんたたちが勝手に貼っておいて何って。おじさま。そんなこと。この腐れ。マナ？失礼。蚊がおりまして。しかし先ほどのおっしゃりよう、あまりビジネスの場にふさわしくない物言いに聞こえました。私の聞き間違いだといいのですが。おっちゃんおかしいぞ。ミトがいなくなるなんて、なんであんなこと。クルト。だって
じさま。貞本さん、あなたは。そっか、来週の授業参観ね。ミトはおばあちゃんに来てほしくないんだ。でも、これまでずっとそうだったんでしょ？おばあちゃんが来てくれたんでしょ？前はまだ幼稚園だったから。ここに来た時はまだ幼稚園だったから。前に住んでたところ。ミトも転校生だったの？うん。前は違う町にいた。言ってなかった？知らない。なんだ、ずっと伊藤ばあちゃんの家に二人で住んでたんだと思った。前は幼稚園だったから。誰も何も言わなかった。子供は何もわからないから。でも去年から、なんとなく、そういう感じになったんだ。ニコはまだいなかったから。わからないと思うけど、今回は、多分みんな気がつくと思う。片親は、珍しくもないけど、うちは。そんなやつ、私がぶっ飛ばしちゃうよ。ミトに、伊藤ばあちゃんに変なこと言うやつは、私がぶっ飛ばす。だから。違うんだ。何か言われるのが怖いんじゃない。馬鹿にされたって、同情されたって、そんなのどうだっていい。でも、ばあちゃんは、気にする。絶対、気にするんだ。ばあちゃんは、何も、悪くないのに。ミト。送るわ。マナ。そうしてください。ルイ、私ね、これまでずっと、こうやって生きてきたの。誰かに運転してもらう車で、自分の足で歩きもせず。お父様は立派な方よ。おじい様も、そのまたおじい様も、いつも清く正しく、私を導いてくださった。でも、怖かった。何もかも自分で手に入れたものじゃないのに、いつの間にか、周りのものすべてが自分よりも高価なものだったから。ずっと、お金が嫌いだった。この有り余る富を、
愛することができなかった。でもさっき、私たちがもうどうしようもないところまで来たことを知って、この富を使えばみんなのことを救えるかもしれないって、大切な人たちのことを守れるかもしれないって、私には誰も守ることができないのに。アナ、メモル、怒ってるか？いろんなことに怒ってるか？メモルは何も間違ってないぞ。来ると知ってる。メモルはいつも弱い方の味方だ。正義の味方だ。誰にも怒ってないわ。そっか、ならバカな自分にどうしようもないほど腹が立ってるの。何にもできない自分に。また守れなかった。みんな、夜遅くに集まってくれてありがとう。みんな、ごめんね。ニコが謝ることじゃない。そうだぞ、みんな。違うの。勝手に決めて、ごめんなさい。クリスマスライブは、やらない。私、ずっと勘違いしてた。誰かを楽しませたいって、誰かを笑わせたい、笑顔にしたいって、それが私の望みなんだと思ってた。でも違う。本当は、ミトを笑わせたかったんだ。いつだって、ミトを笑わせたくて、ミトに笑ってほしくて、ミトの心のどこかに、ずっと泣いてる小さなミトがいて、ずっとなんでなのかって、ずっと聞けなくて、ずっと。そしたら、メモルに出会って、クルトに出会って、ルイちゃんに出会って、マナちゃんに出会って、みんなと出会って、いつの間にか、楽しくて、みんなといるのが、すごく楽しくて。みんながいなかったら、きっと始めることも、続けることもできなかった。これまで本当に楽しかった。いろんな景色を見て、いろんな人に会って、いろんなことを知ったよ。たくさんの人に愛されて、たくさんのありがとうをもらった。でも、どんなにいろんなことが分かったって、大人になったって、
私の一番大事なものは変わらなかった。みんなだ。私の一番大切なものは、セブンスシスターズのみんななんだ。だから、ライブはやらない。一人でも欠けたら、ミトがいなかったら、セブンスシスターズじゃないもの。自分勝手でごめんなさい。自分のことしか考えてなくて、ごめんなさい。今まで、ありがとう。みんなのことが、大好きです。ニコちゃん。おっちゃん。ごめん。お金なら私が返す。私が払います。私のお金ではないけれど、みんなのことを救えるお金です。私に出させてください。マナ。バカね。バカばっかり。わざわざここまで最悪のパターンで行こうとするやつがある？メモる。私も払うわ。ビジネスなら私の得意分野よ。知ってるでしょ？違うよ、みんな。お金の話だけじゃない。これはみんなの未来の。そうだ。これはみんなの、お前たちの未来の翼を奪うことになる決断だ。ミト！みんな、聞いてくれ。私は、セブンスシスターズを脱退する。